どうも皆さんお疲れ様です。敷島テタラです。美術館に行きます。というわけで今日は東京駅の近くにある三菱1号館美術館で現在開催されているカフェに集う芸術家展を見に行きます。で、先に言っておくと敷島、先日すでにこの展覧会に一度行ってるんですね。ただこの展覧会、夜の時間帯に行くと少しだけ内容が変わっているところがあるらしく、前回行って面白かったし、せっかくだからもう一回見に行ってみようかなと思っています。今回はカフェに集う芸術家展ということで、19世紀後半のパリにおけるカフェ、キャバレー、ダンスホールなどの文化について取り上げた展覧会になります。カフェに関する展覧会とあれば、せっかくだからカフェとか行ってみたいですよね。ご安心ください。この美術館、カフェが併設されています。そしてなんとこのカフェ、飲酒ができます。うひょー、すいません、ちょっと取り乱しました。しかもこのカフェ、1894年に建てられた銀行営業室を再現したカフェで、とっても素敵な場所なので、今回の動画でぜひご紹介したいなと思っています。というわけで今日敷島はちょっと早い時間に行ってカフェで飲酒し、その後夜の時間帯の展覧会を楽しんで帰ろうかと思っています。というわけで早速行ってみましょう。はい、というわけで本日は東京駅にやってきました。三菱1号館美術館に行くときは東京駅の丸の内南口から出るとアクセスしやすくていいと思います。東京駅ってこのレンガ造りの駅舎が素敵ですよね。東京駅に関しても言いたいことが山ほどあるんですけど、今日は三菱1号館美術館を目指したいと思います。はい、というわけでやってきました三菱1号館美術館です。この建物の中に併設されているカフェが入っています。で、こちらが併設されているカフェのカフェ1894です。このおしゃれな建物の中にカフェがあります。早速入ってみましょう。というわけで席に案内されました。なんだか席も高級感がありますね。敷島がこのカフェに入った瞬間、台風かよってレベルでものすごい豪雨が降り始めました。まさにタッチの差って感じで、もうちょっとで死ぬとこでした。タイミングめちゃくちゃ良かったですね。お、カフェ内にも今回の展覧会のメインビジュアルが展示されていますね。このメインビジュアルに使われている絵画がそもそも素敵ですよね。さて、飲み物を頼みましょう。どんなお酒を飲もうかなと迷ったんですけど、今回の展覧会のコラボメニューがあることに気づきました。最近の展覧会ってグッズがめちゃくちゃ凝ってたり、コラボメニューを出しているところがちょくちょくあったりしますよね。ちなみに今上野でやっている第五個展も近隣のお店でコラボメニューだったりコラボビールを出しているところがあるそうです。こういう試みって最近結構増えてるっぽいですね。展覧会で楽しんで、その世界観をさらに別の形で楽しめるっていうのがいいですよね。というわけで17時から注文可能な今回の展覧会のコラボメニューアルコールを注文しました。ちなみにノンアルコールのメニューもあって、そっちは時間問わず注文できるみたいです。というわけで到着しました。今回頼んだのはラグーリュのハイボールというメニューなんですが、ラグーリュというのは19世紀のキャバレーで人気だったトップダンサーの女性につけられたあだ名なんだそうです。ラグーリュというのは大飯ぐらいという意味があるらしく、彼女はキャバレーで踊りながら観客のテーブルにある酒を勝手に飲むという癖があることで有名だったそうです。いや、どういうこと？ 19 世紀のパリにもやばい酒飲みがいたんですね。こちらはカカオを使ったハイボールとのことなんですが、19世紀パリの芸術家たちが愛したと言われるお酒、アブさんの香りも効かせているそうです。ハイボールというよりはカクテル的な感じなんでしょうか。飲んでみるとカカオの香りがしっかりありますね。味も結構甘いのでかなり飲みやすいですね。これはお酒苦手な人でもまあまあいけるんじゃないかなと思います。なんかこういうコラボメニューとか考える仕事面白そうだなと思いました。お料理はパスタを頼みました。今日お腹減ってたのもあってめちゃくちゃ美味しいです。お魚がめっちゃふわふわで、上に乗ってるフェンネルもいい香りです。最近気づいたんですけど、敷島パスタという食べ物がかなり好きなのかもしれません。そんな感じで飲酒と食事にかまけてしまいましたが、
ここは建物も大変良いです。この建物の外観もそうなんですが、内装もレトロでめっちゃ素敵です。天井も高い、高級感のある広々とした空間で、座っててなんかめちゃくちゃ気分がいいです。こんなにレトロで素敵な建物なので、もしかして古民家カフェみたいな感じで、何らかの建物をカフェや美術館として再利用して使ってるのかなと思いますよね。敷島もそう思ってました。確かにかつてこの場所には三菱1号館という建物が存在していました。1890年、三菱は政府から丸の内一帯の土地を購入します。当時の丸の内のあたりはまだ今みたいなオフィス街ではなかったので、三菱はこの場所を日本のビジネス街にしようと開発を始めました。そして1894年に完成した最初の建物がこの三菱1号館です。ここは丸の内で最初の本格的な西洋式の賃貸オフィスビルでした。その後、この周辺には三菱2号館、3号館とレンガ造りのオフィスが次々と建設されます。そうやってどんどん開発していった結果、この辺りにはレンガ造りの建物が並ぶようになって、歩道脇にはガス灯が設置されるようになりました。その景色がロンドンのオフィス街に似ていたことから、通称一丁ロンドンとも呼ばれていたみたいです。先ほどオフィスビルと言った通り、三菱1号館にはもともと三菱合資会社の本社、郵便局や銀行、機械の商社などが入っていました。今敷島がいるこのカフェ1894は、かつて銀行の営業所として使われていた場所なんだそうです。よく見るとカフェの真ん中にあるこの仕切り、なんか見たことありませんか？そう、銀行の窓口部分です。これ銀行風のインテリアをただ置いたっていうわけじゃないんですよ。実際にこの場所にあった銀行の窓口を資料から復元してるんです。ちょっと喋りすぎましたね。2杯目を頼みます。2杯目はカフェハイボールというコーヒー風味のハイボールを注文しました。このお店、ウイスキーに力を入れているのか、オリジナルのハイボールメニューが複数あったり、ウイスキーとのペアリングメニューがあったり、ウイスキーだけが書かれたメニューが別に存在していたりします。というわけで敷島もそれに倣ってハイボールを注文しました。確かにカフェハイボールっていう名前の通り、コーヒーの香りがしっかりしますね。でもコーヒーが強すぎるわけじゃなくて、ハイボールとの相性も最高です。ただなんかコーヒーっぽいものを飲んでると、なんか甘いものが食べたくなったりしますよね。デザートを頼んでしまいました。ちょっとお酒飲んで美術館行こうくらいの感じだったのに、めっちゃ散財してしまいました。でもいいんです。なぜなら今日は休みだからです。そして敷島は趣味や楽しいことにお金を使うために日々仕事をしているからです。実際めちゃくちゃ美味しかったです。バスクチーズケーキはちびちび食べながら飲酒するのに最適でしたし、このちっちゃいカヌレももっちりしてて可愛い食感でした。あ、そうそう。で、さっきの話の続きなんですけど、実は三菱1号館という建物は一度解体されています。建物の老朽化や高度経済成長期に進んだ丸の内の建物の近代化という理由があって、1968年に解体されました。なのでこの建物自体は一回なくなっちゃってるんですよね。その後2006年に歴史的な建物の復元プロジェクトが立ち上がって、その時に三菱1号館を復元することになりました。復元にあたっては三菱1号館の当時の写真だったり、明治時代の設計図、その関連文献などを使ってかなり丁寧に復元されたんだそうです。で、同じ場所に復元されたこの建物を美術館とかカフェとして今利用してるっていうわけです。つまりこの三菱1号館美術館っていうのは、当時の三菱1号館がそのまま残っていたものを使っていたっていうわけじゃなくて、三菱1号館を復元した建物を美術館にしたっていうことなんですよね。そう考えるとこの建物自体も展示品の一つと言えるかもしれないですね。というわけでデザートも食べ終わったので、満を持して美術館の方に行こうと思います。ごちそうさまでした。というわけで美術展にやってきました。三菱1号館美術館は祝日を除く毎週金曜日、第2水曜日など曜日限定で20時まで夜間営業をしています。そして今回の展覧会ではこの夜間の時間だけ見られる場所がちょっとだけ増えているそうです。早速行ってみましょう。はい、というわけで行ってきました。やっぱり面白かったですね。
よく芸術家が出入りしていたと言われる19世紀のパリのカフェだったりキャバレーっていう施設にはもともと興味がありましたし、展示を見ながら当時の人々の生活についてかなり想像をかきたてられたりして、2回見ても楽しめる展覧会でした。で、前回は昼に行ったんですが、その時と比べて明らかに1箇所だけ展示が増えてましたね。なんかね、ここ昼の時は絶対開いてなかったよなっていうカーテンが開いていて、当時の芸術家に関する少しダークっていうか少し大人向けな裏話が展示されていました。敷島は近代の展覧会を見るときはこの時代の人たちはどういう生活をしていたのかなと想像しながら見て回るのが好きなので、かなりね興味を惹かれる内容でした。面白かったですね。はい、外に出てきました。今回は先にカフェに行っていたのでカフェの方から直接美術館に入っちゃったんですけど、本当の入り口はこっち側です。暗くなっちゃってあんまり見えないかもしれないんですけど、このね入り口近くにある広場も本当に素敵なんですよね。帰りは東京駅の方じゃなくて日比谷駅の方から帰ろうと思います。金曜の夜ということもあってすごく賑わってますね。というわけで日比谷駅に到着しました。帰宅します。というわけで今回は三菱一号館美術館とそこに併設されているカフェ1894に行ってきました。ちなみにさっき言い忘れてたんですけど、カフェの名前にもなっているこの1894っていうのは三菱一号館が竣工した年から取っているそうです。レンガ街になっている当時のあの辺りの街並み見てみたかったですね。まあそれで言うと今日の三菱一号館美術館はそのレンガ街にあった建物の一部を復元したものなので、当時の雰囲気を少し感じることができたといえばそうかもしれませんね。あとあのカフェは酒が飲めるのがいいですね、やっぱり。ちなみに今回敷島が行った展覧会カフェに集う芸術家展は9月の23日まで開催されているそうなので、ぜひこの機会にカフェと合わせて行ってみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまで。また次回の動画で